皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。家にスズメバチが巣を作っていたので、キッチンハイターの原液をぶっかけて全滅させたはいいものの、なかなか消えない強烈な塩素臭に若干の後悔を感じる。ナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。ブラックホールがダークエネルギーを生んでいる？宇宙論的結合ブラックホール理論急浮上。ミシガン大学を中心とした国際研究チームは、現行の標準宇宙論ラムダ CDM では前提となっている宇宙膨張の原動力となるダークエネルギーは時間発展的に一定という過程が、ダークエネルギー分光装置プロジェクトなどの近年の最先端観測結果と矛盾しており、一定ではなく時間とともに変化している可能性が示唆されていることを受け、ブラックホールは事象の地平面を境に宇宙と断絶されているのではなく、宇宙論的には結合している存在であり、その質量が宇宙膨張に比例して大きくなることでダークエネルギーの説明とする宇宙論的結合ブラックホール理論の枠組みの中で、一定のダークエネルギー過程と観測結果間で相互のあるニュートリノの質量ギャップ問題に対して、時間進化する宇宙論的結合ブラックホールモデルを用いることで、正の質量を持つニュートリノという解釈的に無理のない測定値の算出に成功。これにより、新理論としてまだ産声を上げたばかりの宇宙論的結合ブラックホール理論の信憑性が大きく向上することとなりました。おやおや、これまたやばい感じのが出てきましたね。日本語なのに日本語で OK と言いたくなるほどの専門用語の盆踊り状態です。でも安心してください。ちゃんと前提知識の部分から解説しますよ。現行の標準宇宙論は、アインシュタインの一般相対性理論と宇宙原理という過程に基づいています。つまり、重力と物質とエネルギーの関係性、そして宇宙全体スケールでは基本的にそれらが一様に東方に分布しているという考え方で成り立っているわけですね。一般相対論はマクロな宇宙での事象をよく表しており、その重力方程式を解くことで、これまでまだ未観測だった様々な天体現象を予言し、そして的中させ続けてきました。その中の一つに、ブラックホールという天体の存在があります。巨大恒星の寿命が尽きるとき、自らの重力に中心核が耐えきれず、重力崩壊により収縮し続けるという、現象論的には一見荒唐無稽なこの事象は、アインシュタイン本人の予想とは裏腹に、そのアインシュタイン自身の理論でモデル化され、そして、その通りの事象が実際に観測されるまでに至りました。しかし、一般相対論で存在が予測され発見されたブラックホールという存在は、その解が得意点を持つため、理論自体がその完全な事象プロセスを表せない証明をしており、また、事象の地平面となる範囲内からは、この宇宙の物理法則と断絶されていて、何が起きているのかを予想することが不可能という、物理学として手詰まりな事態となり、それは現在でも解決されていません。他方で、これもまた一般相対論を応用し、数理空間論的な時空の極律という観点で、宇宙の全体像を表したドジッター宇宙モデルやフリードマン宇宙モデルが発展し、宇宙の始まりと終わりまでもが議論されるようになっていきました。そして、これらの理論と宇宙の観測事実を照らし合わせることで、宇宙は一点の超高温の火の玉の爆発から始まったとするビッグバン仮説が登場することになります。そして、現代宇宙論はこのビッグバン仮説を標準論の前提として発展することになっていきますが、その全体像は新たなる観測事実により次々と修正されていくことになります。銀河の回転速度が銀河内の基地の物質による総質量では全く説明できないという観測事実、それは基地の物質をはるかに上回る容量の重力源となる大量の未知の物質がこの宇宙に存在していることを示唆しており、重力と相互作用する性質だけが確かなこの未知の物質はダークマターと名付けられました。これについては未知ながらも新たにダークマターという要素を追加することで、宇宙論の病像そのものに大きな修正を及ぼすものではありませんでしたが、これに次いで驚くべき観測事実がもたらされます。それは宇宙の加速膨張です。もともとビッグバン宇宙論は宇宙の膨張を示唆する観測結果から生まれたものでしたが、加速的に膨張となると話が変わってきます。
そこでビッグバンによる空間膨張力とは別に未知のエネルギー成分を加えることで、現代宇宙論は一般相対論とビッグバン仮説の両方を満たす形に修正されました。この未知のエネルギー成分のことをダークエネルギーと言います。こうしてこの宇宙はビッグバンから始まり、基地の物質とダークマターで構成され、ダークエネルギーで強く膨張し続けているという現代宇宙論の現在の病像が確立されました。その具体的なモデルには適用する過程によりいくつものバリエーションがありますが、ダークエネルギーをアインシュタインが宇宙論の仕事の中で初期に行った自己重力により潰れない宇宙のために導入した空間的積力、宇宙光に近似した性質のものとし、加えてダークマターを高速と比較してかなり遅い粒子とする過程を組み合わせたラムダ CDM というモデルが現状の宇宙の状態をシミュレーションでよく表しており、暫定的にこれが現在の標準宇宙モデルとなっています。お疲れ様でした。ここまでが前提知識の部分となります。この部分は当チャンネルの過去作で古代、近代、現代、そしてマルチバースまで時系列的に整理して詳しくまとめてありますので、興味がありましたらぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。さて、それでは今回の研究報告の内容に入っていきましょう。現在の標準宇宙モデルのラムダ CDM では、ダークエネルギーを一定の変化しない量として扱っています。これは、ビッグバンが現在の宇宙の全てが凝縮した一点から始まったとする、仮説的に大まかな前提に基づいてのものですが、ビッグバンそのものは別として、この宇宙で無からエネルギーが産生される、という事象は物理学的に許されないことなので、そういう意味でもこれは妥当な過程と言えます。しかし近年、ダークエネルギーが時間発展的に変化しているかもしれない、という研究報告がされるようになってきました。ダークエネルギーは、宇宙の加速膨張における未知の要素として導入された性質なので、宇宙の膨張率の観測結果に強い影響を受けます。宇宙の膨張率はハッブル定数というもので表されますが、このハッブル定数を計測するためには、主に2種類の方法があります。1つ目は、ビッグバンの根拠ともなる、宇宙マイクロ波背景放射の揺らぎから計測する方法です。この宇宙の全てが詰まった火の玉が爆発するように空間膨張したのならば、それを時間的に遡って全体が把握できるような凝縮された範囲を調べれば、少しの時間の間にどれだけ膨張したのかということから膨張率がわかるというわけですね。もう一つは、天体の元の明るさの指標である絶対等級のばらつきが少ない 1A 型超新星の光を利用した距離の計測数値から測定する方法です。宇宙は膨張しているので、遠いところにある銀河ほど早く遠ざかっていきます。その銀河の中にある 1A 型超新星は、発生のプロセス上明るさがほぼ一定なので、物理量における逆2乗の法則を応用して、見かけ上の明るさと元の明るさを比較することで、非常に遠方の宇宙領域まで精度よく距離を測定することができます。これを利用して、どれだけの勢いで遠ざかっているのかということから膨張率がわかるわけですね。こんな感じで異なるハッブル定数の測定方法があるのですが、この2つの方法で得たハッブル定数は、微妙に違う結果になることが従来より知られていました。これは、測定方法が全く異なるため、何かしらの測定誤差要因があるとも考えられますが、宇宙マイクロ波背景放射が最遠方宇宙、1A 型超新星はそれよりは近傍の遠方宇宙なことから、この2つの領域では実際に膨張率が変わっているという可能性も捨てきれません。ここで、遠いほど早く遠ざかるのだから当然ではというツッコミを思いついた方もいるかもしれませんが、この膨張率の際は、初期宇宙の CMB 側の方が小さくなっています。つまり、そういうツッコミが成立するには、観測結果が逆ではないといけません。それはそれで、膨張率は一定ではなく、宇宙はだんだん膨張力を失っていき、重力の強さが逆転した段階で収縮に転じるということになってしまいますが、そんなわけで、誤差ではなくハッブル定数が時間発展によって増大しているという仮定を置くならば、それはダークエネルギーが増大していると考えるのが一番無理のない推測となります。しかしそうすると、先ほど言ったように、この宇宙において無からエネルギーが取り出されているようなものなので、物理学の方を見直さないといけないという先の見えない事態になります。そんなわけで、これは誤差によるものなのか、それとも本当にダークエネルギーが変化しているのか、それぞれの観点での研究が盛んに行われるようになってきましたが、
現在に至るまでなかなか決着がつかない問題となっています。そんな中、この流れと並行してダークエネルギーが変化するとしたらどういった仕組みによるものかという仮説も考えられるようになっていました。その中の一つに、ブラックホールはこの宇宙の中で事象の地平面を境界として断絶された単純に局所的な超重力の形として物質を吸い込むだけの存在ではなく、特異点も含めて因果的に宇宙と結合した存在であり、その超重力プロセスにおいて吸い込んだ物質をダークエネルギーに変換することで、その質量は宇宙の膨張と連動して増大するという大胆な仮説があります。これを宇宙論的結合ブラックホール理論と言います。一見荒唐無稽にも思える発想に支えられた理論のようにも見えますが、今回ダークエネルギー分光装置プロジェクトの最新のデータセットの解析により、ニュートリノによる観測宇宙の物質収支という概念において、この理論の信憑性が非常に増すことになるという驚くべき研究結果が発表されました。 DESI は宇宙マイクロ波背景放射の揺らぎの測定と 1A 型超新星を含めた様々な光スペクトル要素から数百万にも及ぶ銀河の空間的な遠ざかりの指標である赤方変異を測定し、宇宙膨張の全体像を大規模に把握できる広大なマッピングを行っています。そしてこれの最新のデータセットを解析したところ、やはり膨張率が変化していることを示唆するデータが見られる一方で、宇宙は時間経過につれて物質の量が減少しているということが判明しました。相対論により質量とエネルギーは等価です。つまり宇宙は時間が経つにつれ多くの物質がエネルギーに変換されてきたと予想されます。しかしそうすると宇宙における質量の総量とエネルギーの総量はトレードオフ関係にあるため、宇宙論における物質収支についてのこれまでの計算が合わなくなってくる可能性が出てきます。特に質量があるかないかで長年論争がなされ、少なくともゼロよりは大きいということだけが現在わかっているニュートリノによる物質収支について、質量ギャップ問題が発生してくる可能性があります。こうしてニュートリノの物質収支に焦点を当て、従来のダークエネルギーを一定とした場合のラムダ CDM と宇宙論的結合ブラックホール理論でモデル化したダークエネルギーが変化するラムダ CDM で計算を行ったところ、なんと従来のモデルではニュートリノの質量がマイナスになってしまい、宇宙論的結合ブラックホールモデルでは質量がプラスとなることが導かれたのです。これはつまり現行の標準宇宙モデルを前提とした場合、今回の DESI の観測データとその分析に誤りがなければ、ダークエネルギーが一定という過程は除外する必要が出てくるということになり、宇宙論的結合ブラックホール理論による描画が今のところこの宇宙の構造をよりよく表しているということになります。これはかなり天文学界に激震を起こしそうですね。この説明ではちょっと何言ってるのかわかんないと思われる方もいると思うので、宇宙論的に関連する他の事項も交えてもっと砕いた感じにして解説してみます。まずビッグバンでこの宇宙が誕生します。誕生した宇宙ではいろんなことが起こり、ブラックホールもできたりします。ブラックホールは周囲の物質を吸い込み、その物質の一部をダークエネルギーに変換します。するとブラックホールの成長とともに宇宙の膨張はビッグバンの余波に加えてさらに加速されます。膨張した先でも新たにブラックホールができるので、宇宙はどんどん加速して膨張していきますが、質量の一部がエネルギーに変換されていて、またブラックホールもホーキング放射により蒸発していくので、すでにできた宇宙空間はだんだん質量を失っていきます。しかし質量が減るということは重力が減るということでもあるので、引力が弱くなった宇宙はその中でブラックホールができなくなっても膨張はさらに加速していきます。そしてやがて物質が限りなく希薄になり、熱的視や概念的な時空の引き裂かれといった状態に移行していきますが、引力が限りなくゼロに近づき、またもはや空間とも言えないほどに場が膨張したことにより、わずかに残った重力すら伝播されなくなることで場の引力は完全にゼロとなり、宇宙膨張は加速はされなくなりますが永遠に続きます。ほぼ純度 100% のエネルギーとして永遠に膨張し続けるかつて何かの場だった宇宙はそのまま無限に広がる何かになるのですが、エネルギーと質量は等価です。真空場の可能性の揺らぎによりエネルギーが質量に変換されるということがいつか起きます。こうして新たなビッグバンと新たな宇宙が始まります。そしてこのサイクルは
別の宇宙も全く同じ宇宙も、無限と永遠という概念において永劫に繰り返されます。宇宙終焉創生シナリオ、ビッグエターナルリターン。途中にっぽい名前をつけておきますね。なお、別にビッグチルやリップに至る以前の段階でビッグバンが申請してもいいはずなので、その場合、全体像が泡宇宙モデルみたいな感じになってきます。実に妄想がはかどりますな。これだから宇宙論はやめらんねえぜ。話を真面目な方に戻して、この変動ダークエネルギー過程を新たに前提とする場合、宇宙進化の形像も変わってくることになるので、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の遠方宇宙観測により訳がわからなくなってきた部分の解決の糸口ともなってくるかもしれません。宇宙ってわからないことだらけで本当に面白いですね。そんなわけで、皆さんも一緒にビッグエターナルリターンと大声で唱えて宇宙に思いを馳せつつ、明日が月曜日だということを思い出すのです。今回の研究論文は、現在アメリカ物理学会誌においてオープンアクセスとなっています。誰でも見れますので、つべこべ言わずにとりあえず見といてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。